ジャポットへようこそ。私は花です。そして健太です。今日もお付き合いよろしくお願いします。さて皆さんは日本のカフェで注文したことはありますか？メニューを見ても店員さんの言葉が早くて聞き取れなかったり、なんて言えばいいかわからなくて困ったこと、きっとあるんじゃないでしょうか。そうそう。実は日本人でも丁寧な言い方って意外と迷う時があるんですよ。だから今日はカフェでよく使われる会話を一緒に練習していきましょこのレッスンでは注文の仕方から質問の聞き方、ちょっとしたリクエストまで実際に使える表現をたっぷり紹介します。う。会話は全部2回流します。1回目は字幕なし、2回目は日本語字幕付きです。最初は聞き取れなくても大丈夫。少しずつ耳を慣らしていきましょそれから数字や値段、丁寧な動詞の形にも注目してくださいね。日常会話で本当によく出てくるポイントです。う。じゃあ早速カフェの世界に飛び込んでいきましょうか。準備はいいですか？その前に、この動画が役に立ちそうだなと思ったら、ぜひ高評価をお願いします。皆さんの応援が私たちの次の動画作りの力になります。それでは始めましょさて、会話を聞く前にカフェでよく使う言葉を確認しておきましょう。知ってる単語が増えれば増えるほど聞き取りが楽になりますからね。まずは飲み物から。コーヒー、紅茶、緑茶、水、ジュース。それからアイスコーヒー、ホットコーヒーという言い方もよく使います。次は食べ物です。サンドイッチ、ケーキ、マフィン、パンケーキ、サラダ。シンプルなものが多いですね。カフェの中で使う言葉も覚えておきましょう。メニュー、カウンター、テーブル席、窓側、それからおすすめ、お会計、領収書。このおすすめってすごく便利な言葉なんですよ。迷った時におすすめは何ですかって聞けば、店員さんが人気のメニューを教えてくれます。では実際に使うフレーズを見ていきましょう。注文するときは、うをお願いします。うをください。うにします。どれも丁寧な言い方です。質問したい時はどうでしょう。おすすめは何ですか？これは何ですか？アイスはありますか？こんな感じで聞けば大丈夫です。何かお願いしたいときは、お水をいただけますか？砂糖は別でお願いします。写真を撮ってもいいですか？特に、いただけますかはとても丁寧な依頼の形です。最後にお会計の時のフレーズ。お会計お願いします。別々でお願いします。クレジットカードは使えますか？これだけ知っていれば支払いで困ることはないでしょちなみに、別々でというのは、友達と一緒に来た時にそれぞれが自分の分だけ払うという意味です。う。そうですね。日本では割り勘が一般的ですから、この表現はよく使います。それではこれらの言葉を頭に入れて実際の会話を聞いてみましょう。準備はいいですか？次は3つの会話を段階的に練習していきます。最初は簡単なものから始めて、だんだん複雑になっていきますよ。それでは実際の会話を聞いていきましょう。最初はカウンターでの簡単な注文からです。素人向けの会話です。1回目は字幕なしで聞いてみてください。何の飲み物を注文したか、ホットかアイスか、聞き取れるか挑戦してみましょでは聞いてみてください。う。いらっしゃいませ。ご注文をどうぞ。アイスコーヒーをお願いします。アイスコーヒーですね。サイズはいかがいたしますか？ M サイズでお願いします。M サイズのアイスコーヒー、お持ち帰りでよろしいですか？はい、お願いします。かしこまりました。380円になります。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。どうでしたか？もう一度、今度は日本語字幕付きで聞いてみましょ2回目です。どうぞ。う。いらっしゃいませ。ご注文をどうぞ。アイスコーヒーをお願いします。アイスコーヒーですね。サイズはいかがいたしますか？ M サイズでお願いします。M サイズのアイスコーヒー、お持ち帰りでよろしいですか？はい、お願いします。かしこまりました。380円になります。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。それではこの会話を詳しく見ていきましょまず、店員はいらっしゃいませと言いました。これはお店に入った時の挨拶ですね。そして、ご注文をどうぞで注文を促しています。う。お客さんは、アイスコーヒーをお願いしますと答えました。何々をお願いしますは注文の基本形です。次に店員が、サイズはいかがいたしますかと聞きました。いかがいたしますかは、どうしますかの丁寧な言い方です。そして、お持ち帰りでよろしいですかという確認。
何々でよろしいですかは相手に確認するときの丁寧な表現です。カフェでよく聞きますね。最後に380円になります。値段を言うときは何々円になりますという形を使います。そして少々お待ちくださいで会話が終わります。この会話の流れを覚えておくと便利ですよ。挨拶、注文、確認、お礼。このパターンはいろいろな場面で使えます。では、2つ目の会話に進みましょう。今度は友達同士がテーブルで注文する場面です。少し長くなりますが、頑張って聞いてみてください。何について質問したか、何をリクエストしたか注目してくださいね。それでは1回目です。何にしようかな。健太は決めた？まだ迷ってる。この抹茶ラテは甘いですか？少し甘めですが、甘さ控えめもできますよ。じゃあ、甘さ控えめの抹茶ラテをお願いします。私はパンケーキセットにします。パンケーキセットと抹茶ラテ、甘さ控えめですね。お飲み物はパンケーキセットについておりますが、何になさいますか？紅茶でお願いします。かしこまりました。1580円になります。あ、すみません。お水をいただけますか？はい、すぐにお持ちします。では、もう一度字幕付きで聞いてみましょ何にしようかな。健太は決めた？まだ迷ってる。この抹茶ラテは甘いですか？少し甘めですが、甘さ控えめもできますよ。じゃあ、甘さ控えめの抹茶ラテをお願いします。私はパンケーキセットにします。パンケーキセットと抹茶ラテ、甘さ控えめですね。お飲み物はパンケーキセットについておりますが、何になさいますか？紅茶でお願いします。かしこまりました。1580円になります。あ、すみません。お水をいただけますか？はい、すぐにお持ちします。この会話はどうでしたか？友達同士の自然な会話が入っていましたね。最初に、何にしようかなという言葉がありました。これは迷っている時に使う表現です。実際の会話でよく出てきます。そして、この抹茶ラテは甘いですか？という質問。何々は何々ですか？は基本的な質問の形ですね。店員さんは、甘さ控えめもできますよと提案しました。カフェではこういうカスタマイズができることが多いんです。注文の後に、すみません、お水をいただけますか？というリクエストがありました。何々いただけますか？は丁寧な依頼の形です。値段は1580円になります。4桁の数字も聞き取れましたか？数字は何度も練習すると慣れてきますよ。さて、最後は少し複雑な会話です。注文の間違い、おすすめの質問、そして別々のお会計が出てきます。上級者向けですが、実際のカフェではこういう状況もよくあります。集中して聞いてみてください。何が問題だったか、どうやって支払ったか注目です。それではどうぞ。すみません。これ、カフェラテを頼んだんですが、申し訳ございません。すぐにお作り直しいたします。お願いします。あと、今日のおすすめは何ですか？本日は季節限定のいちごタルトがおすすめです。じゃあ、それもください。僕はチーズケーキで。あ、ミルクの代わりに豆乳に変更できますか？はい、できます。プラス50円になりますがよろしいでしょうか？大丈夫です。かしこまりました。お会計お願いします。あ、別々でお願いします。かしこまりました。こちらが850円、そちらが920円になります。領収書をいただけますか？はい、こちらでございます。ありがとうございました。それでは字幕付きでもう一度聞いてみましょう。すみません。これカフェラテを頼んだんですが、申し訳ございません。すぐにお作り直しいたします。お願いします。あと、今日のおすすめは何ですか？本日は季節限定のいちごタルトがおすすめです。じゃあ、それもください。僕はチーズケーキで。あ、ミルクの代わりに豆乳に変更できますか？はい、できます。プラス50円になりますがよろしいでしょうか？大丈夫です。かしこまりました。お会計お願いします。あ、別々でお願いします。かしこまりました。こちらが850円、そちらが920円になります。領収書をいただけますか？はい、こちらでございます。ありがとうございました。この会話にはいろいろな要素が詰まっていましたね。
一つずつ見ていきましょう。まず、注文の間違いがありました。これ、カフェラテを頼んだんですが、と伝えています。んですが、で問題があることを柔らかく伝えられます。店員は、申し訳ございませんと謝罪しました。申し訳ございませんは、ごめんなさいの丁寧な形です。そして、今日のおすすめは何ですかという質問。これは覚えておくと便利な表現ですよ。次に、ミルクの代わりに豆乳に変更できますかという複雑なリクエスト。何々の代わりにで代替を頼めます。店員は、プラス50円になりますがよろしいでしょうかと確認しました。追加料金があるときは、このように事前に伝えてくれます。お会計の時に、別々でお願いしますと言いました。これで、それぞれが自分の分を払えます。最後に、領収書をいただけますか？会社の経費で払うときなどに使いますね。この3つの会話、何度も聞いて練習してみてください。繰り返し聞くことで自然に言葉が身についていきますよ。さて、ここまで3つの会話を聞いてきました。どれくらい理解できたか確認してみましょう。これから3つの質問を出します。会話の内容を思い出しながら答えを考えてみてください。準備はいいですか？では、1問目です。質問1。最初の会話で、お客さんが注文したアイスコーヒーの値段はいくらでしたか？ A、280円。B、380円。C、480円。少し時間を取りますね。考えてみてください。それでは、もう一度その部分を聞いてみましょかしこまりました。380円になります。答えは B、380円でした。380円になりますとはっきり言っていましたね。う。数字は聞き取りにくいことが多いので、何度も練習が必要です。では、2問目です。質問2。2つ目の会話で、友達 B は抹茶ラテについて何を質問しましたか？ A、値段。B、サイズ。C、甘さ。もう一度その部分を聞いてみましょまだ迷ってる。この抹茶ラテは甘いですか？う。少し甘めですが、甘さ控えめもできますよ。答えは C、甘さでした。甘いですかと質問していましたね。そして店員さんが、甘さ控えめもできますよと答えました。最後、3問目です。質問3。3つ目の会話で、客 B は何を変更してほしいと頼みましたか？ A、砂糖を豆乳に。B、ミルクを豆乳に。C、紅茶を豆乳に。では、もう一度聞いてみましょ僕はチーズケーキで。ミルクの代わりに豆乳に変更できますか？答えは B、ミルクを豆乳にでした。ミルクの代わりに豆乳に変更できますかと言っていましたね。う。全部正解できましたか？間違えても大丈夫です。何度も聞くことでだんだん耳が慣れてきますから。さて、次はシャドーイングの練習をしましょう。シャドーイングというのは、聞こえた音をすぐに真似して声に出す練習法です。リズムやイントネーションを身につけるのにとても効果的な方法なんですよ。完璧に言おうとしなくて大丈夫です。音の流れを感じながら一緒に声を出してみてください。では、最初の会話からいくつかの文を練習しましょう。ゆっくり読みますので、私の後について言ってみてください。アイスコーヒーをお願いします。もう一度。アイスコーヒーをお願いします。次の文です。お持ち帰りでよろしいですか？もう一度。お持ち帰りでよろしいですか？いいですね。では、2つ目の会話から練習しましょう。この抹茶ラテは甘いですか？もう一度。この抹茶ラテは甘いですか？次です。すみません。お水をいただけますか？もう一度。すみません。お水をいただけますか？最後に、少し長い文に挑戦してみましょう。ミルクの代わりに豆乳に変更できますか？もう一度。ミルクの代わりに豆乳に変更できますか？お疲れ様でした。どうでしたか？最初は難しく感じるかもしれませんが、毎日少しずつ練習すると自然に口から出てくるようになりますよ。このシャドーイング、
通勤や通学の時間にもできるので、ぜひ続けてみてください。それでは次は日本のカフェ文化について少し深く見ていきましょう。さて、ここからは日本のカフェ文化について話していきます。言葉を学ぶだけじゃなくて、文化も知っておくともっと楽しめますからね。そうですね。日本のカフェにはいろいろな種類があるんですよ。まず昔ながらの喫茶店。これを喫茶店と言います。喫茶店はレトロな雰囲気でモーニングセットやナポリタンなんかが人気です。ゆっくりした時間が流れている感じがいいんですよね。それからスターバックスやドトブルみたいなチェーン店。こちらは気軽に入れて Wi-Fi もあって仕事や勉強をする人が多いです。最近は個人経営のおしゃれなカフェも増えてきました。こだわりのコーヒーやスイーツが楽しめます。では日本のカフェで知っておくと便利なことをいくつか紹介しましょまず一つ目、日本ではチップの文化がありません。う。そうなんです。レストランでもカフェでもチップは必要ありません。メニューに書いてある値段だけ払えば大丈夫です。もしチップを渡そうとすると逆に困らせてしまうこともあるので気をつけてくださいね。2つ目、お会計の方法です。多くのカフェでは席で注文して帰るときにカウンターで支払います。テーブルにレシートが置いてあるので、それを持ってレジに行くんです。チェーンのカフェは先払いが多いですけどね。どちらのシステムかわからないときは店員さんにお会計はどこですかと聞けば教えてくれます。3つ目、店内と持ち帰りの違いです。日本語では店内とテイクアウトまたはお持ち帰りと言います。注文の時に必ず聞かれるのでどちらか決めておきましょう。店内で、お持ち帰りでと答えれば OK です。ちなみに店内で食べる方が少し高いお店もあります。消費税の関係なんですけどね。4つ目、喫煙席と禁煙席についてです。最近は全面禁煙のお店が増えましたが、まだ分煙のカフェもあります。入り口で喫煙席と禁煙席どちらになさいますかと聞かれることがあります。タバコを吸わない人は禁煙席でお願いしますと言いましょう。禁煙席は禁煙席、喫煙席は喫煙席です。似ているので間違えないように注意してくださいね。5つ目、セルフサービスについて。チェーン店ではお水や砂糖、ミルクなどが自分で取れるようになっていることが多いです。カウンターの近くに置いてあるので自由に使って大丈夫ですよ。フォークやナプキンも一緒に置いてあります。食べ終わった後、食器を返却口に持っていくお店もあります。店内を見回せばどこに返すかわかると思います。それでは実際にカフェで使えるサバイバルテクニックを教えますね。もし日本語で何て言えばいいかわからなくても大丈夫。メニューを指さしてこれをお願いしますと言えばちゃんと伝わります。ジェスチャーも全然 OK です。恥ずかしがらずにコミュニケーションを取りましょう。店員さんを呼びたいときはすみませんと声をかけます。手を振ったり指を鳴らしたりするのは日本ではあまり良くないマナーです。もし店員さんの言葉が聞き取れなかったら、もう一度お願いしますと言ってください。ゆっくり言い直してくれますよ。それからゆっくり話してくださいという表現も覚えておくといいですね。焦らなくて大丈夫です。日本人は親切な人が多いので、困っていたら助けてくれます。安心してカフェを楽しんでくださいね。文化を知ることでもっと自信を持って日本語を使えるようになります。言葉と文化は切っても切れない関係ですから。それでは最後にまとめと皆さんへの宿題を出しましょさて、今日の動画もそろそろ終わりに近づいてきました。最後に今日学んだことを振り返ってみましょう。今日は3つの会話を聞きましたね。簡単なテイクアウトの注文から友達との会話、そして複雑な状況まで。注文の基本フレーズ、何々をお願いします。何々をください。質問の仕方、これは何ですか？おすすめは何ですか？それから丁寧な依頼の形、何々いただけますか？お会計の時の別々でお願いします。領収書をいただけますか？カフェで使う語彙もたくさん紹介しました。コーヒー、紅茶、サンドイッチ、ケーキ、それからメニュー、カウンター、テーブル席。日本のカフェ文化についても話しましたね。チップは不要なこと、お会計の方法、店内とテイクアウトの違い。これだけ知っていれば日本のカフェで困ることはほとんどないはずです。でも知識を持っているだけじゃまだ十分じゃありません。実際に使ってみることが大切なんです。そこで皆さんに宿題を出します。難しくないのでぜひやってみてください。宿題1、
自分のカフェ注文スクリプトを書いてみましょ例えば、アイスコーヒーの M サイズをお願いします。それからチーズケーキもください。店内で食べます。みたいな感じです。う。自分が好きなメニューで注文から支払いまでの会話を作ってみてください。書くことでフレーズが頭に残りやすくなります。声に出して練習するともっと効果的ですよ。鏡の前で店員さんと話しているつもりで演技してみましょう。宿題2、アニメやドラマでカフェのシーンを見つけたら注意深く聞いてみてください。今日学んだフレーズが出てくるかもしれません。あ、これ知ってるという瞬間はすごく嬉しいものですよ。字幕をオフにして聞いてみるのもいい練習になります。どれくらい聞き取れるか挑戦してみましょう。そしてもう一つおすすめの練習法があります。この動画の会話部分を何度もループして聞いてみてください。YouTube には区間リピート機能がありますよね。同じ音声を10回、20回と聞いていると、最初はわからなかった言葉が急にクリアに聞こえる瞬間があるんです。それがリスニング力が上がった証拠です。地道な練習ですが確実に効果があります。毎日5分でもいいので少しずつ続けてみてください。リスニングは筋肉と同じで毎日鍛えることで強くなっていきます。さて皆さん、今日の動画はいかがでしたか？カフェでの会話、少しでも自信が持てるようになったでしょうか？もし役に立った、もっと見たいと思ってくれたらチャンネル登録をお願いします。通知ベルも押しておくと新しい動画が出た時にすぐわかりますよ。次回はレストランでの会話を練習する予定です。メニューの読み方、アレルギーの伝え方、おすすめの聞き方など実用的な内容をお届けします。コメント欄で次はこんなシチュエーションを教えてほしいというリクエストもどんどん送ってくださいね。皆さんの日本語学習をこれからもサポートしていきます。一緒に頑張りましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。またね。じゃあねー。